じゃあ解説しよっか。普段なら金取るぜ。今日は特別にタダにしといてやろう。Is that something they want to go for? They could also go for the Zeri and then just take the Lulu or the Yuumi. Does make it easier because, of course, if you take away Yuumi, they take away Zeri Lulu, then now you have to play some kind of Sivir lane. Yep, I like this. なんか変な 3D モデル出てる。何やこいつ。First pick. See what the options are now. Heretics. Probably just lock your bot lane here. Would love to see some early prio on a jungle lane. Kalista would be a much more aggressive option. Classic. Berlin, I love how much you love the thumbs up already. Wow, we've got a Kalista Wukong instantly locked in. They don't care about the range support. They're gonna let them have the Yuumi or the Lulu and play some kind of Nautilus or Leona on screen. カリスタで組むの another マ good ジ champ で that works well with the Kalista. A lot of team fight already for Heretics. A lot of early game push. 今のメタでも正直わかんないからな。まあ分かったところから説明はしていくけど。 Will help his team set up and カリスタで組む。 pick the enchanter now. ああでもあれか、ゼリとの相性問題か。そう多分そうだと思う。カリスタのステップ自体がゼリのオートアタックの回避に向いてるというか。And Gnar, traditionally a very big cover pick of Evi's, did have a pretty solid showing. カサンテジャックス、俺はカサンテ有利かな。でもエル君はジャングルの候補が減ってるから出てきたって感じあるね。倍も削って。ランマオかグレイブスまで潰れて候補。ただザックが出ないのはちょっと面白いなって思うけどな。俺は全然ザック運用ありありだけどね。これ実着でもバイタリティはルールでしょこれ。アムムは出すならそうだね。カリスタ側では出るかなって感じだったけど、でもこれ農地出されるとルールはきつくなってくるけどな。正直ボットのマッチアップでね、どうしてもフックもらったやつが死んじゃうからこれ。これでルールを強行するかどうか。やっぱり守りに回ったか。でも結構ヘビーなゲーム見てんな。なんだろう。いやルールは選べなかった。要はその相手の農地っていうピックが見えた時点でルールを選択するとボットレーンのレーン強度が下がりすぎちゃう。でも今だったらこの状態だったらバイタリティはボットの強度が高い。ブラウムからね。いやジャックスアジールでレイト見てるっていうか、別にジャックスも今そこまでねレイトにその頑張ってエビ頑張ってエビ来てるじゃん。あれこいつか、このなんか城とかに住んでそうな貴婦人みたいなやついたけど、こいつかうるせえのコウモリのいる城とかに住んでそうな貴婦人みたいなやついたな今。話の続きなんだけど、ボットがかなり決まりやすい。農地じゃ耐えられないこれ。だからそのボットで相手が眼光を狙ってきた時に農地で逃げられるかって言われると結構逃げられない。だからボットにちょっと不安が残るね。トップはマジで戦ってるだけだからいいんだけど、でも集団戦フェーズになるとそのエビ君が誰か一人持っていけるっていうところも含めで見るとカサンテ側に結構分があるかなって俺は思うわ。カサンテがさすがに横にいるのにジャックスもおいそれとタワー殴れないしね。でカサディンの対面にアジールが立てなくなってくるから、どんどん時間が経つとピックではエビ君のチームの方が有利かな。でもボットがちゃんと抑え込めるなら。でもこの農地はプレッシャーすごいな。俺はやりたくない。農地の視点を簡単に説明すると、敵のジャングラーが見えてない時いつでも自分が死ねるって状態だよこれ。でもフックしないわけにもいかないからフックが打たなきゃいけないし、マジでしんどいぞこれ。農地ってまあもともとでもそういう生き物ではあるけどね。ただエンチャンターとかに対してはガンガンフックかけてきゃ勝ちだから楽しいんだけど、ブラウム出てきてブラウムにフックかかってブラウムから反転パンチ9ってもらってスタンもらって、でそのままセジャインのスタンまで一気につながるから、ボットは結構シビアだね。これはでもミッドがカサディンでレーンのそのアドバンテージが取れないので割とセジャーに自由に動けるね。
Just ran over from the Ender endless desk. might Let's go. join us ifからの there's フォロー another も期 boss. 待しや Is すい that し planned? Have producers approved? No. They invaded? Was he just trying to get the multi-man slow so he could walk まあ away? で Or も I guess 基 he's 本 going の after はミラー princess. ムーブだね。俺これリーシュもらわないの意味わかんないんだよな正直。 Raptors, OtoLogic is a bit easier 'cause そ then ん you な can こと go 言 to ったらあれだ crabs け and ど go back なん to でこれ red. リー That's シュ where も you らわ level ない up. んだろう。 Also, when you have the AoE, it's a pretty. Now going あ、 to わかったわ。 drugs. Don't think we will see a level 2 game from the Sejuani. あ、わかったわ。 Reminder, yesterday we said that in an わかんなかったね。急にわかるのが早い人。 Sejuani, so What makes the level 2 gank 説明するよ。全然今回は解説してあげる体で来てるから。これなんでラプタースタートしてリーシュをもらわずに始めたかっていうと、赤バフを保持する時間を伸ばそうとしてるんだ。もうこれだけで勘のいい人ならわかるよね。要はラプター5レベって勝って減ったヘルスを赤バフを3番目に狩ることによって赤バフの保持時間を伸ばしてヘルスを戻す時間を伸ばそうとしてる。 the more aggressive. でラプターに対してはリーシュがいらないからラプターをリーシュなしでスタートするんだ。 camps into play. If you go to Wolves, that's just だから別にリーシュしてないにもかかわらずボットのプレッシャー上げたわけじゃないじゃんねこれ。 shield comes up. バイタリティ側 Use は the trade because of the Q passive. まあ当たり前なんだけどレベル1勝てるわけじゃないから。 Another obnoxious thing about Zeri, obviously, can just Q into push. Ooh, Photon! Tower shot now coming out, blocking as much damage as he possibly can, going back in, just extending the trade a bit with the power of the These range creeps die. 赤バフって一応その後半になるとめちゃめちゃ目立つけど序盤でもヘルスを回復する効果はあるんだよね。 Well, then probably favors Nautilus at this point in the game, but as long as they don't だ get から caught ほら out, セジャニのヘルスを見てほしいんだけどこれでフルクリアをしたにもかかわらずセジャニのヘルスはほとんど減ってない。 But then he runs back up, and he's a level 4 Kassadin, so I'm not sure what he expected to happen. He just wants to crash the wave. Yankos is here, but of course they're going to lose. But watch Mercer on the minimap. He's on the way up. I suppose いやでもこれウーコンがキウイに体入れてあげればカサディンは逃れられたんじゃないかなって感じあるね。ウーコンを避けようとしてるからな。なんなら Evi has the flash. Evi obviously can just W through here, but they're going to body block as much as they can, and then he dashes out to safety. And this is the mobility of Cassante. As long as the Pathmaker is up, he can just pretty much get out of any small exchange. Nice escape there. Doesn't have to use anything. Can TP back. I don't think the wave is in too bad of a state. I mean, the stacking, you should be able to push it in when Photon takes the base. And he should be able to crash that. Looks like Heretics, because they saw Botop, have gone for the Dragon. They have the bot push, which is helping out a lot. The Kalista lane. 序盤ぐずついたおかげでこれボットレーン良くなっちゃったね。もうボットレーンその序盤にちょっと心配してた懸念点が消えた。 Constantly pinging that support's missing. Bo will be rewarded with a crab spawn, so it's not the end of the world for him. But the early Dragon stacking will pay off late in the game. Goes Ruby ticking over to that level 6, so despite not having the flash, very, very safe. Mercer hooking out to safety. And I think this is the one thing about the Braum 本 that's 当はボ difficult. ットは Wally も is うちょい苦しいというか compositionally プレッシャーに苦しむものかなと思ったが perpetually on the back foot with this option. Certainly At that would. time in the game. ああでも今回もよく見るとこれ悪役ジャックスだ。 was able to have an incredible showing, a lot of individual standout moments on the Cassio, very mechanically やはりショートトレードに重きを置いた悪役ジャックスなんだ。 hard to replicate on Kassadin. So, ゲームのテンポがいいね。これでトップ側フラッシュとかを全部切らせて向こうにヘラルドをさせない。こんだけトップ側のねプレッシャーが高まってるとバイタリティ側もあまり無理やりヘラルドを触りに行く。あでもボットの動き出しが早いか。この辺はバイタリティがうまくやったな。トップの形をよく作ったんだけどボットの動き出しで負けて。ただしこれはヘラルドもタダで渡るわけじゃないからね。この動きをしている間にボットレーンはウェーブが潰れてかつプレートが食われてもちろん一人でプレート食べます AD キャリーは AD キャリーなので俺がめちゃめちゃよくやる動きね AD キャリーは一人でプレート食べてください。泡殴ってる時間がもったいねえんだわ。でゲームを見てもらうと分かるけどたった今農地がトリンケットを赤に変えたんだよね。だから一概に必ずしもその初手でトリンケットを置いてすぐ赤に変える行為がいいとは言い切れない。ここまでは自分でキールトリンケット持って視界確保に勤しんでたからね。つまりこういうことではある。さっき言ってたそのボットがプレッシャーを感じてゲームができなくならないように
So 自分で黄色とリンケットを持って視界を確保して敵のジャングラー来ないな。よし。 X flash is superior. Just flashes over, puts a ward, and then runs これを away. キープしないといけない。 Refuses to elaborate. Doing a lot of work there to spot out Ruby. ならないんだ。 On the top side, the 1v1 pullback will not quite bring them into tower. Meanwhile, the fight now breaking out. Unbreakable is getting procced in the back line. Neon and Perks aren't really doing much of anything already. One getting taken down on the top lane. さあ集団戦が起こっていますが速攻エビ君ソロキル。 一方集団戦はちなみに負けました。なんでやろなっていうか正直この時点では向こうの方が強いんだよね当たり前に。カサリンがまだ弱え。 So I think Evi pushes him back into the tower again and then ults him perhaps. We'll see what happens. Q3 preps Q3. Gets the ult sim to bring him back to the tower. Q3 back, but doesn't get tower. 何その挙動。 Buffer happens as Photon jumps. He lands, but then gets pulled back. And I guess that animation is similar to like Jace E when you dash on top of him. He knocks you further than you would normally be knocked. So それ R で引っ張れちゃうんだ。挙動としてはあれに近いね。ジェイスの E に近い挙動だった。ジェイスの E とほぼほぼ同じようなブリンクとかフラッシュとかそれ系を引っ張り戻す元の位置へと。あんなのあるんだなウルト。まあでもこういうことがあるせいでカサンテが有利ってのはこういうことなんだよね。あの挙動自体は知らないんだけど、そのジャックス側が攻めあぐねいている間にカサンテ側はレーニング段階では Q 振り回し続けられるからね。そこら辺でヘルス有利が作りやすいんだよカサンテは。でタワー前がめちゃめちゃ強いのは皆さんご存知。何度もやった俺ソロ Q で。あとはもうこれカサリンが育つ時間をどんだけ稼げるかっていう話になってくるね。ドラゴン1個取れてるからそう時間の引き伸ばしはできるし、何よりもそのまだ負の材料しかないわけじゃないからね。トップ1オン勝ってくれたエビ君のおかげでゲーム全体としてはまだ見れる。たださっきの負けの代償がこれから支払われてる。そのオブジェクトを全部相手にギブするっていうね。エラルド当たられるしトップタワーをフリーで割られるし今払わなきゃいけない。 Pings on the ward. Here he comes. There's a match straight from Perks. Evi gonna be here first. It looks like maybe just a trade of TPs. Evi just immediately gonna get out there. Don't mind the play. でもこの TP は賢い TP だ。でもこの TP があって TP を先打ちすることで敵に TP を強制させたね。ただ集団戦勝てるのか。農地がもうぐにゃぐにゃ。あわわわわ。ジャックさなんとかなったがこの後 AD キャリーがどうにもならないか。いやゼリーに対してエビ君がいい入り。いやエビ君が今めちゃめちゃうまかったぞ。エビ君がチームを救ったぞ。今のは救った。まあでも一言にエビ君だけがすごかったというよりはバイタリティ側のミスもある。これバイタリティ側が少し深く入りすぎるんだよねエビ君に対して。最初にフォーカスがノーチラスに回ってノーチラスが受けてでカリスタ回収でしょ。でその後フォーカスチェンジエビ君なんだけどエビ君がこの時にスタックをすでに溜め終えていてでこれでノックアップノックアップウーコのノックアップさらにエビ君のノックアップ。これでジャックスが落ちてジャックスが落ちた後入ってくるゼリーに対してエビ君がすぐに反応したのが偉かったね。Vitality have committed now. They have to continue chasing this castle in. Perks flashes over the wall, leaves his jungle support alone. Yankos sees the angle next to Jack Spectre. Mercer hits the hook, and then they can stay together and push forward. The fight prolongs for so long. 入り込みすぎたっていうかそうだね。エビ君にそのフォーカスというか体を寄せちゃってそのせいで W で一色たにされたんだよね場所。あでもこの集団戦はちょっとあかんかも。この集団戦はあかんかも。
この集団戦はあかんあかん。エビ君戻ってももうやることないでそれ。これはあかんです。1個前の集団戦がうまくいった主な要因はエビ君に対してのフォーカスをエビ君が W で返して敵の位置を全員まとめ上げたっていう。でまとめ上げたところに農地有効のノックアップがそれぞれ全部入ってるから4人打ち上がってたんだよね。それが理由で勝ってるだけだからあれ。そういう広い場所で戦ったらですよねみたいな負け方をした。厳しく言うならエビ君のせいこれ。これエビ君がジャックスを手前に持ってきちゃってそのせいでその戦闘のエリアが手前になっちゃった。逆にエビ君が W を向こう側に押し出してたらゾーニングになるからそのままでエビ君は誰か R で1人その持ってって反対側で戦えばよかっただけの話なんだけど割とエビ君のせい。Finding 3 members in the bush, the blast cone denied. No matter how big the blast cone is, the CC will still interrupt Devo trying to make a save. But first waiting over the wall. But who's stuck in with who? Ruby now running. Neon still standing for Jelly落とせた。 Yanko finding the kill. It is a back and forth. Ruby running to safety. The Ignite still taking Jack Spectre getting cut down. And カリスタも落ちてそう今のエビ君の逃げ方あるじゃんね。あの逃げ方がエビ君にはできるからさっきの W はジャックスを押し出さなきゃいけなかった。さあドラゴンじゃないわバロンスティールのお時間です。視界は取った。視界は取った。ラストコーンを邪魔をしてきてる。あ W が切れて近づけない。無理やり行く行く行く。いやー1400。いやいやー1400しっかり止めるね。偉い偉いこれはもう相手褒めるしかないだろ。あかん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 。でもディーンが今13か厳しいね。はいこれで14に上がっちゃった。あとはレベル2上げるまでの時間がね。これで15になれたら結構美味しかったんだけど。いやエビ君それはやりすぎだ。エビ君今のはもうタワーはどうでもいいから引いてないといけないシーンではちょっと出てるか。ちょっと気負ってるか。あかんあかんあかん。重ねの時間の前にタワーが割れる。怪しいっていうかなんかちょっとなんからしくないなというかあそこだってジャックスと張り合う理由がマジでないから引いててよかったと思うんだよな。であれでエビ君が死んだから一気に敵がなだれ込んでベースがガチャガチャになっちゃったじゃんね。どう考えたってもう重ねの時間まで待つしかないからあれは捨ててもよかったんじゃねえかな。3ターンならまだね守りようもあったような。あ一応でも重ねに16だ。16でこれひっくり返すんだったらマジでビッグファイト一発勝ち切るしかないぞ。16になったから勝てるわけじゃなくてここを勝って初めて同じステージに上がれる。もうここでマジで勝つしかない。このビッグファイトに勝たなければもう始まらない。もはやで強制 TP で引き起こしたけどいやー CC ロックえげつない。そしてジャックスとんでもなく硬い。
すでに差はつきすぎていたのか。Evi did so much work. Is he gonna die? I think he is. One more spell and he's gonna fall. A lot of dashes. No. Taken down by Kaiser. Perks is ending the game. まあでもドラゴンファイトだな。ここだけちょっとチェックで、ここはマジでうまかったね。最初に農地が頭のフォーカスを受けて、で引っ張ってもらって、で良くなって位置が。で、この後敵がめちゃめちゃエビくんたちの方に行くんだよね。これはもしかしたらそのカサディンも一緒にいたから一緒に来たのかな。で、これに対してエビくんがこれ W でこらえて、で、W でここに全員の位置を押し戻したところに農地ドンノックアップ。で、さらに農地アルティメットドンノックアップ。で、ウーコンも入ってさらにノックアップ。これはめちゃめちゃ良かった。受けがちだね。で、多分この後の集団戦なんだよな。まあこれはこの時点でやっぱりカサディンが強くないってのもあるからね。多少しょうがない。まあでもほぼほぼ理想的な当たり方。この辺だね、この辺。ここでエビくんが手前に引っ張ったのが割とクリティカルだと思うんだよな、俺。このポジションで、エビくんが今フロント受け持ち、で敵が入ってくる。これを手前に引っ張らないで、これを奥にグッて飛ばして、エビカンアルティメットもあるじゃんね。エビカンアルティメットあるってことは、これグッて飛ばして、で、誰かここにね、集まるこの3人。まあ、セイジャーニはこっちにいるんで、セイジャーニは無理なんだけど、セイジャーニ以外の誰かに、アルティメットをして、で、この壁を越えるような形で、一人引っ張るってのが理想的。まあ、ジャックスが一番いいかな。これもうジャックスを引き込んだせいで大変なことになった、マジで。手前でセジャーニは暴れてるし、ジャックスも引き込まれて、ジャックスをこの位置で、多分ジャックス今これ、いい回してるだろうから、誰もダメージ通せないし。で、敵のバックラインは今もうこの瞬間誰も俺たちを飛べる者はいない状態になっちゃって。フリー DPS。これはちょっともったいなかったな。コミュニケーションの問題なのかな。例えば仮にここでドラゴンの、そのドラゴンスティールバトルするだけなら、なおのことエビ君はその動きでいいんだよね。これを奥に持っていく。ここで。W で受けてるじゃんね。W 受け、奥に持っていく。で、そしたらセジャーニとその4人のドラゴンスマイトバトルにしかならんから。で、ドラゴン取ってエビ君を犠牲にして全員で逃げれば、少なくともこの時点でバロンがすぐ始まるっていう時間帯ではないから、リセットするだけの時間もあるし。ほぼほぼでもここがかなり分岐点だったな。これが痛手になったのは間違いなく。まあ、ナイストライ。まあ、それはそれとして俺はウディア。それはそれとして僕はウディア。僕がやりたいのはウディア。